暴政を象徴する壁とこれを破壊した自由愛を忘れない。1961年8月13日未明に東ドイツの建設作業員は兵士や警察の護衛の中、ベルリンの都市やその周囲の道路を取り壊し障壁を建て始めました。この夜は史上最も悪名高い境界線の始まりとして記録されましたベルリンの壁です。障壁の建設はその後10年間続き、近隣の住民同士が引き裂かれ、家族が離れ離れになりました。ドイツだけでなく世界をも分裂させました。ここに至るまでの状況を理解するには第二次世界大戦まで遡る必要があります。アメリカ、イギリス、フランスは枢軸国に対抗しソビエト連邦と手を結びました。ナチスドイツの敗北後、各勝利国がこの国の一部を占領しました。分割は一時的なもののはずでしたが、戦後ヨーロッパの構想に関して旧連合国の意見が食い違い、西側が自由市場経済を促進する一方、ソ連は弱体化したドイツを含め自国の周囲を従順な共産主義国家で取り囲もうとしました。彼らの関係が悪化する中、西側にはドイツ連邦共和国が成立し、ソ連は東側にドイツ民主共和国を成立させました。ソ連の衛星国は西側との貿易や移動を制限していたので、実質的に通行不可能な国境が形成され、この緊張状態は鉄のカーテンと呼ばれました。ドイツの元首都ベルリンの状況は特に複雑で、民主共和国の東ドイツの領土内にあるにもかかわらず、戦後協定によりベルリンは共同管理下に置かれました。つまり米英仏の三国はベルリンの西部地区に民主主義の飛び地を作ったのです。東ドイツ人は出国が公式に禁止されていた中、ベルリンでは単に歩いていくだけで、または地下鉄や路面電車、バスに乗るだけで西ベルリンに向かい、西ドイツまたはそれ以外の国へ移動することができました。この通行自由な国境が東ドイツの統率力に支障をきたしたので、彼らは共産主義によるヒトラー対抗勢力の代表を標榜し、西ドイツをナチス政権を継承するものとして描写しました。米国とその同盟国が西ドイツの復興にお金をつぎ込んだのに対し、ソ連は戦争賠償として東ドイツから資源を搾取していたので、計画経済の競争力をさらに弱めました。東ドイツの生活はシュタージと呼ばれる諜報機関の監視下にあり、秘密警察が盗聴や情報提供者を使い、反体制の気配がないか監視していました。東ドイツでは医療や教育が無料で受けられましたが、西ドイツはより高い給与所得やより多くの消費財とより広範な個人の自由を誇りとしていました。1961年までに東ドイツの人口のほぼ 20% である350万人が国を離れ、その中には多くの若き専門家も含まれました。さらなる損失を防ぐため東ドイツは国境の閉鎖を決め、そこでベルリンの壁が登場します。ベルリンを横断する43キロの障壁が伸び、東ドイツ内にさらに112キロの障壁が建てられ、初期の障壁には有刺鉄線とメッシュフェンスが用いられました。ベルリン市民の中には鉄線を飛び越えたり窓から飛び越える人もいましたが、障壁が拡大されたことでそれも困難になりました。1965年にはさらに106キロに及ぶ 3.6 メートルの高さのコンクリートの障壁が建設され、その上には登りづらいように滑らかなパイプが設置されました。その後数年間にわたり障壁にはスパイクストリップや番犬、さらに地雷までもが302の監視塔や20の統治下とともに設置され強化されました。二重の壁の裏にはデスストリップと呼ばれる幅100メートルの無人地帯があり、そこは全ての建物が取り壊され、地面が砂で覆われた視界が開けた場所で、数百人の警備兵が横断しようとする者は誰でも撃つように指示されていました。それにもかかわらずほぼ5000人の人々が1961から1989年の間に何とかして東ドイツから逃れました。海外にいる間に亡命した外交官やアスリートもいましたが、その他は一般市民で、中にはトンネルを掘ったり運河を泳いで渡ったり熱気球を飛ばしたり盗んだ戦車で障壁を突き破る者までいましたが、大きな危険も伴いました。138人以上が逃亡を図り亡くなりました。その中には無力な西ドイツの市民の目の前で撃たれた人もいました。障壁は労働者が離れるのを防ぐことで東ドイツの経済を安定させましたが、国の評判を汚す結果となり、共産主義による抑圧の世界的な象徴となりました。西ドイツは東ドイツとの和解の一環として1972年に東西ドイツ基本条約で東ドイツを国家として認めるという現実路線に走り、最終的なドイツ統合への希望をつなぎました。東側政権は徐々に家族の訪問を許可する一方で、骨の折れる官僚的な手続きや高い手数料で訪問する権利の行使を思いとどまらせようとしましたが、
それでも多くの申請書が提出されました。1980年代の終わりまでには他の東側諸国の自由化により自由な旅行と民主主義の要求のための大規模なデモが起こりました。1989年11月9日の夕刻、東ドイツは旅行許可証の取得を容易にすることで緊張を緩和しようとしましたが、この声明により数千人の東ベルリン市民が障壁の国境検問所に押し寄せ、驚いた警備兵は直ちにゲートを開けざるを得ませんでした。歓喜した群衆は西ベルリンに流れ込み、東西双方の市民が障壁の上で踊る一方、目に留まった道具を使って障壁を壊し始める市民もいました。国境警備兵ははじめ秩序を保とうとしましたが、何年にも及ぶ分断が終わりを迎えたことはすぐに明らかになりました。分断から40年後の1990年10月、ドイツは公式に再統一され、その後すぐソ連は崩壊しました。現在も障壁の一部が残されているのは、自由を妨げるためにどんな障壁を築いたとしても我々は壊せるのだということを忘れないためです。学びが好きな人ならチャンネル登録を。バイリンガル脳のメリットからシルクロードの歴史まで毎週様々なテーマの新しい動画を公開しています。情報を逃さず好奇心を持ち続けましょう。